お世話になっております。マサルです。今回はテキストを加工するためのコマンド、カット、ソート、ユニークについて一緒に勉強していきましょう。前回の動画でテキストファイルを表示するためのコマンドを一緒に勉強しました。しかしテキストファイルはそのままの情報を表示するだけではなく、必要な部分だけを抽出して表示したり、加工して表示することもできます。今回はテキストファイルを加工するコマンドとして、カットコマンドを使って必要な列だけを切り出したり、ソートコマンドを使って表示順を並び替えたり、ユニークコマンドを使って連続する重複行を削除してみたいと思います。今回も実際に手を動かしながら説明していきます。なお今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しています。参考にしてみてください。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは最初にカットコマンドからやっていきましょう。カットコマンドは列を切り出すためのコマンドです。デモ列の行を見てください。このコマンド、なんだかちょっと複雑に見えますよね。カットコマンドは口で説明するよりも実際の動きを見てもらった方が分かりやすいので、早速カットコマンド使ってみましょう。それでは今回もパスワードファイルを使って実演していきたいと思います。ちなみにパスワードファイルはどんな情報を管理しているファイルなのか、皆さんもう覚えてくれましたか？パスワードファイルはユーザーの情報を管理しているファイルでしたよね。そして皆さんパスワードファイルどこにあるかも覚えてますか？パスワードファイルは etc ディレクトリの中にありますよね。それでは cat etc パスワード、こちらのコマンドでパスワードファイルのデータを表示してみたいと思います。パスワードファイルの情報が表示されましたね。パスワードファイルはユーザーの情報が管理されているファイルです。この一行一行がユーザーの情報を表しています。そして注目していただきたいのは、ユーザーの情報がコロンによって区切られているというところです。コロンで区切られたそれぞれの場所のことをフィールドと言います。イメージしにくい方は Excel の表をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。1番目のフィールドが1つのセル、2番目のフィールドが1つのセル、このように情報が独立しているということです。なお、パスワードファイルの1番目のフィールドにはユーザー名の情報が入っています。それではここからがカットコマンドの説明です。例えば1番目のフィールドにあるユーザー名の情報だけを表示したい場合、カットコマンドが利用できます。それではカットコマンドを使ってみましょう。カット -d シングルクォーテーションでコロンを挟んで-F1、そして対象のファイルを指定します。こちらのコマンド実行してみてください。1番目のフィールドにあるユーザー名の情報だけが表示されましたよね。このようにカットコマンドを使うとテキストファイルの一部分を切り出して表示することができます。ではこのコマンドどういう意味なのか説明してみたいと思います。-d の d はデリミターの頭文字です。デリミターとは区切り文字という意味です。-d というコマンドは区切り文字としてコロンを指定しているということになります。今回のパスワードファイルはコロンによって情報が区切られていますよね。なのでこのような指定方法になっています。もしカンマで情報が区切られていれば-d シングルクォーテーションカンマですね。その次の-F1 というのは切り出すフィールドの番号を指定しています。今回は1番目のフィールドを切り出したいので-F1 と指定しています。
そして最後に対象のテキストファイルを指定しています。ちょっと複雑に見えるコマンドですが、一つ一つを紐解けば意外と分かりやすいですよね。カットコマンドは少し慣れが必要なので、練習問題やってみてください。キャットコマンドを使った表示とカットコマンドで特定のオプションを利用した表示があります。2つの情報を見比べて、カットコマンドでどのようなオプションを使ったのか考えてみてください。ヒントは、カットコマンドによってどの部分が切り出されているのかに注目して考えてみてください。カットコマンドではオプションを2つ指定しているのですが、ヒントで前半の部分だけ見せますね。前半は-d イコールです。最初は区切り文字としてイコールを指定していますね。イコールで区切られていると考えると、カットコマンドによって表示されている情報は何番目のフィールドになりそうですか？それでは正解を発表しますね。正解は-f2 ですね。このカットコマンドはイコールを区切り文字として指定して2番目のフィールドを切り出してくださいというカットコマンドになっています。皆さん正解できましたか？それでは次にソートコマンドについて勉強していきましょう。ソートコマンドは行を並び替えるコマンドです。皆さんも Excel を使うときに小順に並び替えたりしますよね。あれと同じです。それではソートコマンドも使ってみましょう。それではカットコマンド少し復習してからソートコマンドについてお話ししますね。カットコマンドを使ってパスワードファイルから1番目のフィールドを切り出すコマンド、どんなコマンドだったか覚えてますか？カット-d シングルコーテーションでコロン、そしてフィールドの番号は1番でしたね。対象のファイルは etc パスワードファイルです。そしてカットによって取得した情報を name.txt というファイルにリダイレクトしてみたいと思います。リダイレクトを使ってファイルに上書き出力したい場合はどんな演算子を使うのか皆さん覚えてますか？大なりですよね。矢印の右矢印をイメージしてもらうと覚えやすいと思います。ここで得られたカットの出力をリダイレクトして name.txt に上書き出力してください。このようなコマンドです。なおこの時に name.txt というファイルが存在しなければ name.txt は自動で作成されます。実行できたら cat コマンドを使って name.txt の内容を表示してみましょう。cat name.txt 実行します。パスワードファイルから1番目のフィールドの情報だけがファイルに保存されていることがわかりますね。ではこの name.txt の情報をソートコマンドを使ってアルファベット順に並び替えてみましょう。コマンドはとっても簡単です。ソート name.txt これだけです。実行するとアルファベット順に並び替えることができましたね。もし逆順に並び替えたいときはソート-r 対象のテキストファイルです。実行すると逆順に並び替えることができてますね。ソートコマンドは行を並び替えるコマンドです。皆さんイメージできましたか？それでは最後にユニークコマンドについてお話しします。ユニークコマンドは連続する重複行を削除するコマンドです。連続するというところが大切なポイントです。ユニークコマンドは重複する行を削除するために事前にソートコマンドによる処理が必要です。これも実際に見ていただいた方が分かりやすいのでやってみますね。それではユニークコマンドを使ってみたいと思いますが、事前準備として test.txt というファイルを作っていきたいと思います。エコーコマンドを使って勝るという文字列を test.txt というファイルに上書き出力します。このコマンドの意味はエコーコマンドで勝ると表示してください。結果はリダイレクトを使って test.txt に上書き出力してくださいという意味になっています。では実行します。そして次に同じ test.txt に
まさこという文字列を追記出力したいと思います。追記出力したい場合のリダイレクト、皆さん覚えてますか？右、右ですよね。追記出力はリダイレクトの大なりを2つ重ねます。それでは実行します。さらにその後、もう一度勝るという文字列を追記出力しておきましょう。エコー勝る追記出力テスト .txt です。3つのコマンドが実行できたら、作成したテスト .txt を cat コマンドで表示してみましょう。現在、テスト .txt には、勝る、まさこ、勝るの順番でデータが存在しています。では、この状態でユニークコマンドを実行してみましょう。なお、ユニークコマンドというのは、重複している行を削除するコマンドなので、重複している勝るという文字を削除してくれるかどうかを確認したいです。それではユニークテスト .txt を実行してみます。はい、何も変わりませんね。どうして重複している行を削除しなかったのかというと、最初に説明したようにユニークは連続する重複行を削除するコマンドです。現在は勝るが連続してませんよね。なので削除されませんでした。もしユニークを使って削除したい場合は、先ほど勉強したソートコマンドを使って並び替えをします。ソートコマンドを使うと順番に並ぶので、重複した行が連続することになりますよね。では、相当して並び替えて別のファイルにその出力をリダイレクトしてみたいと思います。ソートテスト .txt の出力をソートアンダーバーテスト .txt に出力してください。このコマンドを実行してみたいと思います。なお、このコマンドを説明すると、テスト .txt の内容をソートして整列して、その結果をリダイレクトでソートアンダーテスト .txt というファイルに上書き出力してくださいというコマンドです。では実行します。このコマンドで作成されたソートアンダーテスト .txt を cat コマンドで開いてみましょう。ソートコマンドによってアルファベット順に並び替えられていますよね。勝るという行が連続しています。では、この状態で改めてユニークコマンドを実行してみましょう。ユニークソートアンダーテスト .txt です。実行します。実行すると重複していた勝るが削除されていることがわかりますね。今見ていただいたようにユニークコマンドは連続する重複行を削除するコマンドです。なので重複行を連続させるために事前に相当を使って並び替える必要があります。ここが大切なポイントなので覚えておきましょう。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返っていきます。カットコマンドは列を切り出すコマンドです。カットコマンドで区切り文字を指定するオプションは何を使いますか？カットコマンドで区切り文字を指定するオプションは -d ですよね。-d で区切り文字を指定します。そして区切られたフィールドの番号を指定するのは -f です。次はソートコマンドです。ソートは行を並び替えるコマンドです。オプションなしで実行するとアルファベット順で並び替えることができます。それでは並び替えを逆順にしたい場合、どのようなオプションを使うと良いでしょうか？ソートコマンドで逆順に並び替えたい場合は -r ですね。リバースの略で r です。覚えておきましょう。最後はユニークです。ユニークは連続する重複行を削除するためのコマンドです。連続する重複行を削除させるために事前にあるコマンドを使う必要がありますが、ではユニークコマンドの前に利用するコマンドとはどんなコマンドでしょうか？ユニークコマンドの前に利用するコマンドとはソートコマンドですよね。ソートコマンドによって並び替えることで重複行を連続させることができます。その状態でユニークコマンドを使うと連続する重複行を削除することができます。
今回はテキスト加工のカット、ソート、ユニークについて勉強しました。カットコマンドは一見複雑ですが、一つずつ見ていけばシンプルでしたよね。さらにユニークコマンドを利用する前にはソートコマンドが必要ということもお話ししました。テキスト加工コマンドは参考書を見るだけではイメージが難しい部分があります。実際に動かすことでより具体的にイメージができるようになると思うので、皆さんも実際に手を動かしてみてくださいね。今回学んだ内容が Linux の勉強に役立てば嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強ベイでは成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年7月のスケジュールです。Linux の勉強会はもちろん、CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、7月は名古屋でイベントもやったりしています。勉強仲間を作りたいと思った方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。